理解説。トラウマ級の絶望。もう助からない。昭和の男を凍りつかせた傑作閉鎖空間スリラー映画ベスト10。今回は昭和平成の完全密室スリラー映画ベスト10を紹介するぜ。今回は衝撃の結末まで語る重大なネタバレを含むから、未視聴の人は注意してくれよな。ネタバレありなら、あの映画の驚きのラストも聞けちゃうのね。ああ、逃げ場のない心理戦を描くジャンルは、ソリッドシチュエーションスリラーと呼ばれるんだ。物理的な密室だけでなく、孤立したクローズドサークルも絶望感を与えるぜ。昭和の男たちは日曜洋画劇場や木曜洋画劇場などで恐怖を味わい、平成にはレンタルビデオ店に通い詰めたよな。市場がピークを迎えた2004年頃にキューブやソーが大爆発したんだ。あの頃の熱狂が蘇るわね。早くランキングを見せてちょうだい。わかったぜ。それじゃあ、決して逃げられない絶望の密室へ案内するぜ。第10位。コレクター。1965年。第10位は、1965年公開のスリラー映画、コレクターだぜ。1960年代の映画なのね。どんな密室が出てくるのかしら？舞台は、人里離れた田舎の屋敷にある窓のない地下室だ。ここから絶対に逃げられないという絶望感を描いた、サイコスリラーの先駆的な作品なんだぜ。窓がない地下室なんて、想像しただけで息苦しくなるわね。誰がそんなところに閉じ込めたの？犯人はサッカーくじで大金を手にした、孤独な銀行員の青年フレディだ。彼は惹かれていた美術学生のミランダを誘拐して、自分で改造したその地下室に監禁してしまうんだ。宝くじの高額当選でわざわざそんな密室を作るなんて、異常だわ。どうやって誘拐したの？彼の唯一の趣味は、蝶の採集だったんだ。人通りのない道でミランダを待ち伏せして、クロロホルムを嗅がせて気を失わせる。つまり、美しい蝶を捕まえて標本にするのと全く同じ感覚で、人間の女性をコレクションしたってわけだぜ。人間を蝶の標本みたいに扱うなんて、ゾッとするわね。しかも一番恐ろしいのは、彼の目的が身代金や乱暴することじゃなく、自分を理解し、愛してもらうことだった点だ。フレディはものすごく紳士的に振る舞って、彼女が欲しいものは何でも買い与える。でも、絶対に外へは逃がさないんだぜ。悪意がないまま逃げ場を奪い続けるなんて、まさにサイコパスね。暴力がないからこそ、真綿で首を絞められるような怖さがあるわ。その通りだぜ。巨匠ウィリアム・ワイラー監督が手掛けたこの作品は、犯人役のテレンス・スタンプと被害者役のサマンサ・エッガーが、カンヌ国際映画祭でそれぞれ男優賞と女優賞を受賞するほど高く評価されたんだ。狂気と密室がもたらす極限の絶望感が、当時の観客を凍りつかせたのね。第9位。九条。1983年。第9位は、1983年公開の九条だぜ。スティーブン・キングの同名小説が原作で、動物パニックと密室スリラーを見事に融合させた、ルイ・スティーグ監督の作品だ。スティーブン・キング原作なのね。今度はどんな恐ろしい密室が登場するの？ズバリ、エンスとした狭い乗用車の中だぜ。猛暑の荒野にある自動車修理工場の前で動けなくなった、フォードピントの車内が、逃げ場のない最強の檻へと変貌するんだ。車の中が密室になるなんて、私たちの身近な日常空間すぎて逆に怖いかもしれないわ。でも、どうして外に逃げられないの？車の外に、凶暴な人食い犬と化した巨大なセントバーナード犬の、苦情が待ち構えているからだぜ。もともとはとても人懐っこい犬だったんだが、コウモリに鼻を噛まれたことで狂犬病を発症してしまったんだ。あの大きくて可愛いセントバーナードが狂犬病に、牙を向いて外で待っていたら、怖くて絶対にドアを開けられないわね。ああ、車から少しでも出ようとする者には容赦なく襲いかかってくる。だが、この映画の真の絶望ポイントは、密室の中にいる母親ダナと幼い息子タットを襲う、究極のジレンマにあるんだぜ。究極のジレンマってどういうことなの？外に出れば狂い暴れる犬に噛み殺される。でも、猛暑の影響で窓を開けられない車内は、どんどんサウナ状態になっていく。そのまま車内に留まっていれば、
幼い息子が熱中症と脱水症状で命を落としてしまうんだ。車内にいても車外に出ても、どっちを選んでも助からないじゃない。まさに絶体絶命で、最悪なタイムリミット付きの密室ね。その通りだぜ。周囲に助けを呼ぶ人もいない孤独な状況で、外の狂犬と車内の熱気という二つの死の危険に挟まれる。この逃げ場のない極小空間での絶望感が、当時の観客に強烈なトラウマを与えた傑作なんだ。第8位、ミザリー、1990年。第8位は1990年公開のサイコスリラー映画、ミザリーだぜ。原作はスティーブン・キングで、ロブ・ライナー監督が映画化した名作だな。またスティーブン・キングなのね。どんな密室が出てくるの？今回の密室は大雪で外界から完全に孤立した山奥の家だ。さらに絶望的なのは、主人公がベッドの上から一歩も動けないという点だぜ。家から出られない上にベッドからも動けないなんて、二重の密室じゃない。どうしてそんな状況になったの？人気小説家のポールは雪道で事故に遭い、アニーという女性の家で目を覚ます。ポールは事故で両足を複雑骨折し、自力で歩けない状態だったんだ。命の恩人なのに、なんでスリラーになるの？実はアニーは、ポールの小説のナンバーワンのファンを自称する狂信的な女だったんだぜ。最新作で主人公が死ぬ結末を知って激怒し、監禁状態で自分好みの結末に書き直すよう強要するんだ。機嫌を損ねたら何をされるかわからないなんて、恐ろしすぎるわね。ああ、そして映画史に残る最悪のトラウマシーンがやってくる。ポールがこっそり部屋から抜け出そうとしたことに気づいたアニーは、彼が二度と逃げられないようにとんでもない行動に出るぜ。まさか、動けないようにしちゃうの？そうだぜ。ポールの両足の間に分厚い木のブロックを挟んで足をしっかり固定し、大型のスレッジハンマーで足首を容赦なく叩き折るんだ。痛い痛い。想像しただけで足がすくむわ。原作では斧で足を切断するが、映画版ではハンマーによる粉砕に変更され、より生々しい恐怖が生まれたんだ。実はこのシーンの脚本があまりにも過激すぎたため、ハリソン・フォードやロバート・デ・ニーロといった、大物俳優たちから次々と主演オファーを断られたという伝説があるんだぜ。アニーを演じたキャシー・ベイツは本作でアカデミー賞主演女優賞を受賞し、世界中を震え上がらせたぜ。第7位、エグザム、2009年。第7位は、2009年に公開されたイギリスのソリッドシチュエーションスリラー映画、エグザムだぜ。ワンシチュエーションという単一の閉鎖空間での心理戦を見事に描き切った、スチュアート・ヘイゼルダイン監督の傑作だ。エグザムってことは、何かの試験の映画かしら？どんな密室なの？舞台は、ある有力企業の最終就職試験が行われる、窓のない密室の試験室だぜ。そこに8人の男女の候補者が集められるんだが、彼らに配られた問題用紙はなんと完全な白紙なんだ。白紙？それじゃあ問題が解けないじゃない。どうやって試験を受けるの？そこで試験監督から、制限時間80分と3つの奇妙なルールが提示されるんだ。試験監督や警備員に話しかけない。自分の用紙を破損しない。部屋から退出しないというものだぜ。部屋から出ちゃダメってことは完全に密室に閉じ込められるわけね。でもルールを守れば安全ってことじゃないの？ああ、しかし意図的であれ偶然であれ、少しでもルールを破れば即座に警備員につまみ出されて失格になるんだぜ。だから彼らは部屋の中で問題が何なのかを自力で見つけ出さなきゃならない。まるで脱出ゲームみたいね。みんなで協力して謎を解くのかしら？最初はそうやって協力し合っていたんだが、時間が経つにつれて事態は最悪の方向へ転がっていくぜ。限られた枠を争う候補者たちは徐々に疑心暗鬼に陥り、他のライバルを蹴落として失格させるための、激しい騙し合いや潰し合いに発展していくんだ。化け物が出てくるより、普通の人間同士が足を引っ張り合って狂っていく方が、よっぽどリアルで怖いわね。その通りだぜ。この映画には殺人鬼も怪物も出てこない。閉鎖空間で極限まで追い詰められた人間の醜さや狂気こそが最大の恐怖になる。という、
息の詰まるような絶望感が味わえる密室スリラーなんだ。第6位、デビル、2010年。第6位は、2010年公開の映画、デビルだぜ。シックスセンスで知られる M. ナイト・シャマランが、原案と制作を担当し、ジョン・エリック・ブードルが監督を務めたオカルト密室スリラーなんだ。シャマランが関わっているなら、ただの密室映画じゃ終わらなそうね。今回は一体どんな場所に閉じ込められるの？舞台は高層オフィスビルの中で突然停止し、フロアとフロアの間に宙吊りになってしまったエレベーターの中だぜ。素性もわからない5人の男女が、身動きすらまともに取れない究極の極小空間に閉じ込められるんだ。エレベーターってただでさえ狭いのに、見ず知らずの5人が密室になるなんて想像しただけで絶対に嫌だわ。さらに恐ろしいのは、外部からの救出作業が難航する中、エレベーター内の照明が消えて暗転するたびに惨劇が起きることだぜ。暗転するたびにって、真っ暗になった中で何が起きるっていうの？暗闇に包まれるたびに、密室内の人間が一人、また一人と何者かに襲撃されて無残な死を遂げていくんだ。狭い箱の中からは絶対に逃げられないし、見えない暗闇への恐怖が視聴者を極限まで煽るぜ。逃げ場ゼロの狭い箱の中で、見えない犯人に次々と殺されていくなんて絶望しかないわね。じゃあ、犯人は残った人の中にいるってこと？ああ、生き残った者たちは、この狭い密室内で残酷な殺人を犯しているのは一体誰なのかと互いを疑い合い、激しいパニックに陥るんだぜ。究極の疑心暗鬼ね。でも、犯人はどうしてそんなひどいことをするのかしら？実はこの事件は、単なる殺人鬼の犯行じゃないんだ。タイトル通り、5人の中に紛れ込んだ悪魔が、罪人たちを裁くために仕組んだ罠だったのぜ。逃げ場のないオカルトシチュエーションとしての絶望感がたまらない一作だぜ。第5位、パニックルーム、2002年。第5位は、2002年公開のアメリカのスリラー映画、パニックルームだぜ。監督は、セブンやファイトクラブを手掛けたデビッド・フィンチャーで、ジョディ・フォスターとクリステン・スチュワートが親子役を演じているんだ。パニックルームって、聞いたことあるわ。どんな密室なの？舞台はニューヨーク・マンハッタンの高級住宅だ。そこには、分厚い鋼鉄のドア、独立した換気システム、外部への専用電話回線、そして家中に張り巡らされた監視カメラのモニターを備えた、絶対に外部から破られない緊急避難用の密室、パニックルームが存在するんだぜ。絶対に破られない密室なら、そこに逃げ込めば安全じゃない。それがどうして絶望的な状況になるの？引っ越してきた最初の夜に、3人の強盗が家に押し入ってくるんだ。異変に気づいた親子は間一髪でパニックルームに逃げ込み、内側から鋼鉄の扉をロックすることに成功するぜ。よかった。強靭なドアを内側から閉めちゃえば、これで強盗は絶対に手出しできないわね。扉を閉めれば絶対に安全なはずだったんだが、実は強盗たちの本当の目的である巨額の無記名債権は、まさにそのパニックルームの中に隠されていたんだぜ。それじゃあ、強盗たちは何が何でもその部屋に入ろうとするじゃない。その通りだぜ。強盗は部屋の外からあの手この手で親子を追い出そうとするが、一番の絶望は娘の持病だぜ。持病？娘は重度の糖尿病で、パニックルームの中に必要なインスリンがなかったんだ。刻一刻と体調が悪化する娘を救うには、強盗の待つ外へ出るしかない。自分たちを守るはずの鉄壁の防御システムが、逆に自分たちを追い詰める最悪の檻になるという、皮肉と絶望感がたまらないんだ。助かるために逃げ込んだ部屋なのに、出たくても出られない最悪の檻になってしまったのね。巨匠デビッド・フィンチャー監督が描く、行き詰まる緊迫の攻防戦から目が離せない名作だぜ。第4位、フォーンブース、2002年。第4位は、2002年公開のアメリカのスリラー映画、フォーンブースだぜ。ジョエル・シュマッカー監督、コリン・ファレル主演の作品で、上映時間81分という短い尺の中で途切れることのない緊迫感を見事に描き切った名作だ。フォーンブースって電話ボックスのことよね？電話ボックスがどうやって密室になるのかしら？
舞台はニューヨークの路上にある公衆電話ボックスだ。主人公のスチュワートは、たまたま鳴った公衆電話の受話器を取ってしまったことから、このわずか1平米ほどの極小空間から一歩も出られなくなってしまうんだぜ。たまたま電話に出ただけで出られなくなるなんて、あまりにも理不尽すぎるわ。誰かに外から鍵でもかけられちゃったの？いや、物理的な鍵はないんだ。電話の手は正体不明のスナイパーで、電話を切るか、ボックスから出たら射殺すると彼を脅迫するんだぜ。実際に赤いレーザーポインターの光が彼の体に当てられていて、一歩でも動けば死ぬという絶体絶命の密室状態に陥るんだ。狙撃銃で狙われているなら、確かに透明な鍵をかけられているようなものね。でも、ニューヨークの路上なら周りにたくさん人が歩いているんじゃないの？そこがこの映画の最も恐ろしいところだぜ。大勢の人が行き交う大通りのど真ん中でありながら、周囲の人間にはこの絶望的な状況が全く伝わらず、誰にも助けを求められないんだ。目の前にたくさんの人がいるのに、自分が死にそうになっていることを誰にも伝えられないなんて最悪の絶望ね。ああ、騒ぎを聞きつけて警察が駆けつけてきても、スナイパーに命を握られているから本当の事情を説明できない。大都会の雑踏の中での究極の孤立状態に置かれたまま逃げ場を奪われる、息の詰まるワンシチュエーションスリラーの傑作なんだぜ。第3位、リミット、2010年。第3位は、2010年公開のサスペンス映画、リミットだぜ。ロドリゴ・コルテスが監督を務め、デッドプールなどで知られるライアン・レイノルズが主演した作品だ。ついにベスト3ね。一体どんな恐ろしい密室が登場するの？映画史上最も息苦しい密室と言っても過言じゃないぜ。舞台はなんと、地中深くに埋められた木の棺桶の中なんだ。イラクでトラック運転手をしていた主人公が目を覚ますと、手足を縛られた状態でその中に生きたまま閉じ込められていたんだぜ。生き埋め。それって密室というより、もう完全に絶体絶命じゃないの。どうやって脱出するの？彼の手元にあるのは、犯人が残した携帯電話、ジッポライター、ペンなどのわずかなアイテムだけだ。しかもこの映画の最大の特徴は、本編の90分間、カメラが棺桶の中から一歩も外に出ないことなんだぜ。外の様子とか過去の回想シーンとかもないの？一切ないぜ。観客も主人公と一緒に、真っ暗で極小の棺桶の中にずっと閉じ込められるんだ。まさに徹底したワンシチュエーションスリラーだな。想像しただけで過呼吸になりそうよ。でも携帯電話があるなら、警察や軍に助けを来ればいいんじゃない？もちろん彼は必死に外部へ電話をかけるんだが、政府の縦割り行政やたらい回しにあってしまい、なかなか救出に向かってもらえないんだ。こんな極限状態でお役所仕事なんて、絶望感が半端ないわね。その通りだぜ。地中に埋められているから時間は刻一刻と過ぎていき、棺桶内の酸素は徐々に減っていく。さらに頼みの綱である携帯電話のバッテリー残量も少なくなっていくんだ。物理的な逃げ場が全くない中で、じわじわと死が迫り来る絶望感が、当時の観客に特大のトラウマを植え付けたんだぜ。最後は助かったのよね。いや、救助隊がようやく埋まっている場所を特定したと連絡してきて、ポールが歓喜の涙を流しながら砂を掘る音を聞くんだが、救助隊が掘り当てたのは、別の事件で亡くなった別人の棺桶だったんだ。嘘でしょ。じゃあポールは、と告げられた瞬間、彼の棺桶は砂の重みに耐えきれず崩壊し、暗闇の中で通信が途絶える。映画史に残る最悪のバッドエンドだぜ。第2位、キューブ、1997年。第2位は、1997年公開のカナダの SF スリラー映画キューブだぜ。ヴィンチェンゾ・ナタリ監督の長編デビュー作で、低予算ながら世界中で大ヒットを記録し、ソリッドシチュエーションスリラーの先駆けとなった金字塔的作品なんだ。シチュエーションスリラーの原点みたいな映画なのね。どんな密室に閉じ込められるの？登場人物たちが目を覚ますと、そこは無機質な立方体、つまりキューブの部屋の中なんだ。上下左右、前後の壁にあるハッチを開けると、また同じ形をした別の部屋に繋がっていて、
巨大な迷宮に閉じ込められていることに気づくんだぜ。出ても同じ部屋ってこと？誰が何のためにそんな迷宮を作ったの？それすら全くわからない不条理な密室なんだ。しかも恐ろしいことに、部屋の中には安全な部屋と、即死する殺人トラップが仕掛けられた部屋が存在するぜ。即死トラップ？一体どんな罠があるのよ。ワイヤーによる人体切断や、酸の噴射、火炎放射などだ。罠を避けるためには、ハッチに刻まれた3つの3桁の数字から素数などの法則を割り出すという、高度な数学的パズルを解かなければならないんだぜ。ただでさえパニックなのに、計算しながら進まないといけないなんて絶望的ね。ああ、そしてこの映画の真の絶望ポイントは、終わりの見えない迷宮の広さと罠の恐怖によって、生存者たちの正気が失われていくことだぜ。トラップだけじゃなくて、精神的にも追い詰められていくのね。最初は協力して脱出を目指していたんだが、極限のストレスで次第に疑心暗鬼に陥り、狂気にとらわれて殺し合いに発展してしまうんだ。本当に恐ろしいのはトラップではなく、極限状態に追い詰められた人間の狂気であるという絶望感が、観客を凍りつかせたんだぜ。第1位、そう、2004年。第1位は、2004年公開のアメリカのサイコスリラー映画、そうだぜ。ジェームズ・ワンが監督、リー・ワネルが脚本と出演を務めた密室劇の最高峰だ。低予算ながら世界的な大ヒットを記録して、その後のスリラー映画に多大な影響を与えたんだ。ついに第1位ね。密室スリラーといえば絶対に外せない歴史的な名作よね。どんな絶望的な密室だったかしら？舞台は老朽化した広いバスルームだ。写真家のアダムと外科医のゴードンが目を覚ますと、対角線上で足首を鎖でパイプに繋がれているんだぜ。そして部屋の中央には、拳銃とテープレコーダーを持った血まみれの死体が転がっているんだ。目覚めたら足が鎖で繋がれていて、目の前には死体があるなんて、最初からパニック状態ね。どうしてそんな場所に？連続殺人鬼ジグソーから不条理なゲームが持ちかけられたんだ。ゴードンに与えられたクリア条件は、時間内にアダムを殺すこと。さらに、鋼鉄の鎖は切れないが、肉や骨は切れるノコギリが与えられるんだぜ。タイトルのそうって、ノコギリのことだったのね。生き残るためには、そのノコギリで自分の足を切り落とすしかないなんて究極の選択すぎるわ。ああ、だが、この映画が世界中を凍りつかせた本当の理由は、映画史に残る衝撃のどんでん返しがもたらす絶望感にあるんだぜ。ただの密室からの脱出劇じゃないの？最後に一体何が起きるのよ？なんと映画の終盤、部屋の中央に転がっていた死体がゆっくりと立ち上がるんだ。彼こそが真犯人のジグソーだったと判明するんだぜ。ずっと目の前に転がっていた死体が犯人だったなんて、絶対に予想できないわ。しかも超低予算だったため、犯人役の俳優トビンベルはマネキンを使わず、他の役者が演技している間、数日間ずっと冷たい床の上で血のりまみれになりながら、本当に寝たふりをしていたというから狂気だぜ。足を切断して這いずり回るゴードンと、暗闇の密室に一人置き去りにされるアダム。ジグソーのゲームオーバーという言葉とともに幕を閉じるラストは、観客に究極の絶望感をもたらした密室スリラーの頂点だぜ。まとめ、エンディング。どうだった？逃げ場のない昭和平成の完全密室スリラーの絶望感を、たっぷり味わってもらえたか？狭い空間に閉じ込められると、見ている私までパニックになるような、強烈な没入感と絶望感があったわ。それが人間の閉所恐怖の心理を利用した仕掛けなんだ。このジャンルの大流行は映画界にとどまらず、実際に密室からの脱出を目指す、リアル脱出ゲームなどの世界的ブームにも影響を与えたんだぜ。映画の恐怖が、現実の体験型エンターテインメントにまで広がっていったのね。ランキングの作品に共通しているのは、極限状態の密室では怪物や殺人鬼よりも、疑心暗鬼になって本性を表す人間の狂気こそが、一番恐ろしいというテーマだぜ。確かに、最後は人間が一番怖かったわ。みんなのトラウマになった密室映画や思い出があれば、ぜひコメント欄で教えてくれ。
チャンネル登録と高評価もよろしくな。